今までのルセラフィムさんたちのダンススタイルではもう全然ない部分なので、ただでも、いかに皆さんが選ばれし者たちだったのかっていうところを再認識しました。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はルセラフィムさんたちからEasyこちらのザ・ガレージということで、酒の関係がどうかなっていうところがあるので、音はこちらで聞かせていただいてというところになりますので、ご了承くださいませ。それでは見ていきたいと思います。行きましょう。レッツラーゴーツ。おーいいグルーヴ感ですね。なんとも。さくらちゃん。いえーうんちゃちゃんや。やばイエスイエーなるほどこれはだいぶですね。素晴らしい。ちょっとこのイヤホンからささやかに聞こえる音とともに振り返っていこうかなというふうに思いますけど、歴代のもう有名なアーティストさんたちの写真が貼られていて、ザ・ガレージというふうに書いてありますけども、完全にアメリカに打って出るための曲っていうのがもうこの辺りからも伝わってきますよね。ダンスのカルチャーというか、ヒップホップのカルチャーというか、ガレージの中で生み出されていくものっていうのが結構ありますよね。例えば、アップルさんとかでもガレージバンドっていうサービスがあるじゃないですか。だったりとか、ダンス界でも結構有名なダンサーさんだったりとか、大御所の方たちで、昔のレジェンドの方たちは、やっぱりガレージで音楽をかけて踊るっていう、そういうスタイルがあって、もう今はなくなってしまったんですけども、その有名な方はガレージでダンスの練習を続けていらっしゃって、で、世界中の名だたるダンサーさんたちがそのガレージに訪問するっていう、そこまで行ってダンスの修行をしに行くっていう、そういう文化があったりとかもするぐらい、ガレージっていうものに込められた思いだったりとか、ガレージっていうその場所がどういう意味を持っているのかっていうのはすごくカルチャーと深く結びついている部分があるっていうところも背景として押さえていくと、なぜ今ルセラフィムさんたちがガレージで踊っているのかっていう、このアットザガレージっていうスタイルを見せる意味ですね。お話によると、さくらちゃんがもうだいぶ今回ダンスがすごい大変なことになってますと。今までにないほどのっていうところのお話はおそらくグルーヴですね。間違いなくリズム感と中の回し感っていうところで、ここに関しては自分の中からいかにそのグルーヴ感、バイブス感を出せるようになるかっていう、もう本当に鍛錬次第というか、一瞬で覚えてできるものじゃないんですよ。このあたりのダンスのジャンルに関しては。だからこその難しさっていうのがあるんですけれども、っていう意味においては、今までのルセラフィムさんたちのスタイルとは結構違う内容のものになっているので、そういうストレートな雰囲気だったりとか、ラインで見せるものよりかは、もっともっと体の中で踊っていく。音楽ももっともっと体の中で感じていく。そのあたりの細かい調整もそうですし、練習の仕方というか、そこの雰囲気が皆さんの表情から結構見て取れるのと、あと大事なのが、このチーム感というかクルー感、仲間感ですね。ここでハイタッチが見えるじゃないですか。この感じとか。で、皆さんでお顔を見合わせていくところとか、ここがまさにそのガレージでうちらが踊ってるっていう、そのチームワークのポイントにもなるんですよね。なるほど。カズハちゃんに関しても真逆中の真逆なので、こういうリズムの取り方をしないダンスのジャンルのプロフェッショナルの方なので、一番難しいと思います。カズハちゃんが癖みたいなものを全部取っ払わなきゃいけないんですよね。今それ癖と言いましたけれども、それってバレエの中では積み上げてきたスキルなんですけれども、それがヒップホップっていうダンスのジャンルに入ってくると、癖っていう呼ばれ方になってしまうんですよね。今まで築いてきたものを取り外す作業っていうのが必要になるっていう考え方とかも多分全然違うものなので、そのあたりをヒップホップのスタイルとして再構築していくっていう、それが素晴らしいですね。めちゃくちゃいいバイブスを持ってらっしゃる。で、さくらちゃんよ。マインドの部分は
さくらちゃんのその積み重ねてきたアイドルというプロフェッショナルな職業における考え方だったりとか、そのマインドっていうのは結構ヒップホップと相性がいいと思うので、そういう意味でいくと、さくらちゃんが今まで表現したいって思っていたものに対しての新しいアプローチがヒップホップっていうジャンルを通じてできるようになったんじゃないかなっていうふうにちょっと見ていて思うぐらい気持ちよさそうだなっていうふうに思います。さくらちゃんの中からストレートにこう出てきてるバイブスありますね。イエース、うわー、すごいなあ、カズハちゃん。めちゃくちゃフィジカルモンスターなのがよく伝わってくるかも。ヒップホップのジャンルに切り替わったことによって、よりカズハちゃんのフィジカルの強さがわかるかも。ヒップホップって結構そのサイズ感的に大きくゆったり踊るんですけれども、シルエットの見せ方みたいなものは結構こう人によって特徴というかキャラクターが出やすい部分ではあるんですが、その点でいくとカズハちゃんの踊ってる時のシルエット感とかは、やっぱりそこにバレエが生きてるのはありますよね。だからそれ強みになってるっていう、ちゃんと。バレエで培ったその手先指先の伸ばし感、こういう肩の関節の広げ方とか、腰の関節の部分とか、まあ、首の入り方とかもそうですけれども、足のこの上がり感とか、腰のこの入り感とかはちょっとすごいですね。ワオからの、これ、前行ってから、この上半身を後ろに一回グッて引くじゃないですか。引いてすぐに前に戻すっていう、こういう、この反動の強さ、ぶれない、めちゃくちゃ強い。すごい。皆さんすごいですね、ちょっと。いやー、すごい。このルセラフィムさんたちはすごい。本当にたくさん努力をされてっていうところも絶対にそうですし、今までのルセラフィムさんたちのダンススタイルではもう全然ない部分なので、ただでも、いかに皆さんが選ばれし者たちだったのかっていうところを再認識しました。スーパーエリート集団だからこそのジャンルが大きく変わって、もちろんそこに対して不安な面とかももちろんあるとは思いますけども、そこを乗り越えて、ここまでやっぱりこう完璧に踊りこなすっていう以上の、ちゃんと自分たちのバイブスを乗せるっていうところまで突き詰めていらっしゃるなというふうに思うので、ヒップホップっていうダンスに対する理解度というか解釈みたいなものも突き詰めた上での作品になってるっていうところが本当に素晴らしいなという風に見ていて感じましたね。ということで、またプラクティス映像とか出てくるのかな、ダンスの細かいニュアンスだったりとかについてはまたそちらの方でお話をしていきますので、よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。